ゾルバザ・ブッダですね。和尚の言葉なんですけど、意識の現れが現実であるっていうことをしたときに、やっぱりちょっと陥りそうになったのが、だったら現実どうでもいいじゃん症候群ね。それこそ自分の中だけで完結してれば良くないみたいな。山の中にさ、こもってさ、一人で意識について考えるみたいな。やらないけど、でも今ね、実際社会っていうフィールド、現実っていうフィールドで生きている自分がいて、あくまでこのフィールドを楽しむためにこの内容はあるはずだって。私は今それを知り得たんだって思ったから、しーちゃんからね、和尚のゾルバザブッダの話を聞いて、私その生き方しようって思ったんですよ。ゾルバザブッダについて詳しくご説明します。ゾルバザブッダというのは、ゾルバのように地に足つけて人生を豊かに情熱的に生きるという側面と、ブッダのように天とつながってスピリチュアルに生きる側面の両方を併せ持つ人間ということです。自分で言っちゃうけど、私今この状態で生きてますね。現実っていうのも大事に、人生を豊かに情熱的に生きる側面と、ブッダのように天とつながって、要はソースとつながってスピリチュアルに生きるの両方を併せ持つ人間。私のディスコ、私のレストランはゾルバザブッダと呼ばれる。まず第一に私はゾルバであり、それから私はブッダだ。覚えておくがいい。二つのうちのどちらかを選ばなければならないとしたら、私はブッダではなくゾルバを選ぶ。なぜならゾルバはいつでもブッダになれるが、ブッダは自らの崇高さに縛られるようになるからだ。彼にはディスコに行ってゾルバになることはできない。そして私にとって自由には最高の価値がある。自由以上に大切で貴重なものは何もない。和尚の言葉なんですけど、ゾルバっていうのはこの世俗的な世界を欲の限り生きた情熱的に、それこそ欲まみれみたいな感じです。欲まみれで生きて欲に溺れたっていうゾルバがいるんだけど、そのゾルバに欲まみれでいいんだけど、ブッダの資質が併せ持ったきちんと内なる存在、自分とつながって天と内なる神とつながってっていう生きる側面があれば最強だと。この和尚の、私これすごい大好きで。だから今私はそのソースとつながりながら欲まみれで生きるっていうことやっています。そうすると欲に溺れることはないですね。何が一番大事か分かっているんで。そして、和尚が言及しているのが、ゾルバかブッダか選べって言われたら、ゾルバになれと。要は、ブッダに振り切るのは危険だって。私もそれをやりそうになった。崇高さみたいな。そっちに振り切ると、結局、世俗的な欲の方に振り切れなくなる。要は、楽しみが多分なくなるから、三次元な。ゾルバはいつでもブッダになれる。でも、ブッダは自分の崇高さに縛られて、ゾルバになることができない。ブッダには、ディスコに行って、ゾルバになり得ることができないって見解してるんね。一番大事なのは自由だと。自由が最高の価値だ。選べて自由。それ以上に大切で貴重なものはない。めっちゃエンタメやってるやん、私。ディスコとか言って。すげえ下着みたいな格好でサタデーナイトビクトリアとかやってましたよね。ゾルバの極みですね。だからね、最初、このハッピー理論研究所 HTL は、ゾルバザブッダっていう名前だったんですよ。周りの人にさ、めっちゃいいの思いついて、みたいな。がっつりこの理論やるクローズのサロンやろうと思ってみたいな。名前、ゾルバザブッダって言うねん、みたいな。すごいね、私の目指してる部分だし、ゾルバザブッダってかっこいいなと思うんだけど、ちょっとなんかが出てきて、自分の中から。それで名前、ハッピー理論研究所の方が可愛いなと思って。ちょっとごついよね。ゾルバザブッダだったら、これ聞かれるよね、みんなに。ゾルバザブッダって何みたいな。なので、この頭の中で言いますね。ゾルバでありブッダでありたいって思ってます。三次元を欲の限り生きて、そしてソースとつながるブッダでありたい。なのでこれからもエンタメやって、服作って、化粧品立ち上げてっていうこのゾルバの側面。でもそっちにばかりフォーカスしてずっと動き続けるとブッダの側面を忘れてしまうから、あくまで大事なのは自分の内なるソースとの同調っていうね。